はい、どうも、時丸です。またショーツの話かと思いましたよね。またショーツの話です。はい。今日は、パタゴニアのバギーズショーツの話をちょっとしたいと思います。で、今までブログを僕書いてたんですけど、ちょっと最近になって、オフィシャルのサイトと統合して、ちょっとノートと併用していく形になったので、そのね、もう7年、7、8年ぐらいやってたブログは閉鎖しちゃったんですけど、ちょっとね、このパタゴニアの記事に関しては、移植して、そっちの新しい方のサイトに掲載していたら、なんかやたらアクセス爆上げしてんですよね。だから夏になると、この記事ってすごい読まれてたんですけど、めちゃくちゃ最近また改めて、だからなんか写真のことよりもこうなんかパタゴニアの意見の方がバズってるんですよ。だからちょっとそれについてちょっと動画でも一応話しておこうかなと思います。で、ちょっとね朗読しようかなと思います。ブログをちょっと今日朗読してみようかなと思います。で前振りしておくと、これパタゴニアのバギーズっていう、有名なショーツなんですけど、インナーがこうついてて、でこの中にインナーメッシュがついてるんですけど、これを切るか切らないかっていう問題がユーザーの間で結構話題になってるんですよ。これいろいろそのまま泳げるように水着として履けるようにこのインナーがついているんですけど、正直邪魔っちゃ邪魔なんですね。でも僕はこのインナーがこのショーツの魅力だと思っていて、なのでこれがなぜいいのかっていうのをその記事で書いてるので、ちょっとそれを読んでみたいと思います。はい。でね、余談ですけど、ここにタグがいろいろついてるんですけど、その品質表示のタグは取らない方がいいらしいですね。取っちゃうとこういうふうにここからこうほつれてくるんで、僕は邪魔なので切っちゃったんですよ。でも長く使い込んでいい感じにこうふやけたところをこうピッと外したらうまくいきました。そういう感じでちょっと朗読、していきたいと思います。パタゴニアバギーズショーツのインナーメッシュの本当の意味。なぜだか今日は一日中ショーツについて考えていた。暑かったからだろうか。パタゴニアのバギーズショーツはノーパンで着用するのが最もその性能を発揮できるということに最近気づいてきた。最初は冗談めいて言っていたけれど、あのインナーメッシュはノーパンで履いてこそ効果が出る。その通気性、ハイクやランはもちろん水に入ることもできてすぐに乾く。もはやショーツではなく下着として捉えた方がいいくらいだ。下着を着用してさらにその上にバギーズを履くと二重にパンツを履いているようで暑いし蒸れる。だからハイクやランで使う人たちはわざわざインナーメッシュをハサミで切り取って使用しているらしい。ああもったいない。あのメッシュが最高なのに。メッシュが不要なら最初からバギーズである必要はなく、無メッシュのショーツを選んだ方がいい。下着を履けば水から上がった後、下着も一緒に乾かす必要があるので、もちろん速乾性は低下する。バギーズだけならそのまま行動していればすぐに乾く。それでも下着を履くのなら乾きの早い化繊かウール素材のものを選ぶ必要がある。バギーズを随分称賛してきたし、多くの人に称賛されてきたけど弱点もある。僕が思うのはポケットのデザインと数。まず正面のポケットが深すぎる。物を入れると形が出て美しさが損なわれる。そして深いのでとても取り出しにくい。バックポケットは右側に一つしかついていない。深くて形が出るので正面ポケットに物を入れることができないとなると、右後ろの一つに全てを収めなければならない。僕のような物を持たない人間には少しきつい仕様だ。せめて2つあれば容量は上がるのに。
だがもちろんこれもパタゴニアの思想を反映したデザインの一種だろう。つまり物を持つな、自然と遊べというような。走る時もそうだけれど、財布やスマホを何も一切持たずに体一つでただ走るのは気持ちがいい。走りに集中できるし、自然と一体化できる気がする。そうでもしなきゃ今の僕たちは一日中スマホと離れることがないのではないか。そういうわけで、僕はこれからバギーズを下着と捉えることにする。衣類イコールパンツにカウントしない。肌に最も近くてずっと履いているので妙な愛着が湧いている。そして山でも海でも街でも使えるショーツを近々手に入れる予定だ。実はもう注文していてそろそろ届く。最後にお気に入りのローラ・ジョンソンのストーリーを紹介して終わりにする。あらゆるアクティビティにそれぞれ別のショーツは必要ない。生涯において良いショーツが1本あればいい。ローラ・ジョンソン。はい、ということで、ちょっと下手くそだったんですけど、いろいろ変なとこあったと思うんですけど、朗読してみました。はい、もう大体この文章の中に僕の言いたいことはもう詰まってて、大体バギーズに関してはそういう感じですね。はい。で、最後の方にあった、いろいろ新しいショーツをっていう話があったと思うんですけど、あれはちょっと大和道さんのショーツですね。あれを一回その数年前にね、その記事を書いた時に、買ったんですよ。で買ったんですけど、やっぱりこのインナーメッシュが好きすぎてっていうか、ノーパンで着用したい気持ちが強すぎて、そっちの方を手放してしまったっていう経緯があります。はい。もちろんあれですよ、人前に行く時はもちろん下着を履くんですけど、そのあれですね、自分のランニングとかそういうアクティビティの時は、下着なしで着用した方が、このパンツの効果が出るっていう、はい、そんな話でした。なかなかね、そういう下着履くか問題みたいなものとか、あとこのインナーメッシュ切るか切らない問題みたいなことについてね話す機会ってないと思うんで、よく、酒の席とかねではね、なんかあれどうするみたいなのありますけど、でもこれは結構皆さん公式も別にこれどうしろってことを歌ってないので、悩んでるとか疑問に思ってる方多いんじゃないかなと思いますね。でもどっちでも、別にこれがいらない人は自分でカスタムして切って、使ってもいいと思いますし、なんかもうあれですね、やっぱり自由にやるのが、自分なりの使い方を見つけていくっていうところが一番面白いんですかね。やっぱり道具っていうのは、ショーツだけじゃなくて何でもそうですけど、なんか固定された使い方にね、あんまり縛られすぎないというか、自由に使っていく中で自分がやりやすい方法を見つけていければいいんじゃないかなと思ってます。はい、そんなとこですかね。はい、また次の動画でお会いしましょう。質問とかコメントあればお願いします。いいねもお願いします。